こんにちは、パワミです。本日はリクエストのあったパワー BI のスライサーについて説明します。本日の流れです。はじめにスライサーについてフィルターとの違いと一緒に説明します。次にスライサーの使い方をパワー BI 画面で説明します。スライサーはフィルター機能のことで、ドロップダウンやリスポンシブデザインというボタンのようなデザインにすることもできます。またスライサーで連動するビジュアルやページを設定するなど、細かい制御も可能です。実際に Power BI 画面で設定方法を紹介するので、ぜひ最後まで見てください。このチャンネルでは Power BI、Power Apps、Power Automate 等 Power プラットフォームの使い方を紹介していきます。もしよかったらチャンネル登録もお願いします。はじめにスライサーとはいわゆるフィルターのことです。スライサーとフィルターの違いを簡単に説明します。スライサーはビジュアルの一つで見た目がとてもわかりやすいです。一方フィルターは Power BI レポート画面の右側に表示されるデフォルトのフィルター機能です。スライサーよりも複雑なフィルター設定もできます。Power BI レポートは最終的に他の人と共有すると思いますが、レポートの閲覧者が自分自身で日付やカテゴリーなどを絞りながらグラフを動かしてみたいときはスライサーを使うと便利です。一方で、レポートの閲覧者があまり触らないで良い条件設定をしたい場合、例えばあるページやビジュアルに常に今日のデータのみ表示したい場合等は、画面右のフィルター機能を使うと良いと思います。それでは早速、スライサーの使い方を Power BI 画面で説明します。サンプルデータとして簡単なスーパーの売上データを用意しました。商品リストのテーブルは日付ごとの商品の原価や売価、分類名などの列があります。売上リストのテーブルは日付、商品コードごとの売上数などの列があります。このデータから試しにこのようなレポートを作ってみました。右上に売上日の日付データと分類名のスライサーを入れてみたいと思います。視覚化からスライサーのアイコンを選んで値に売上日を入れてみます。もう一つスライサーを作り分類名を入れてみます。これでスライサーができました。売上日で絞ったり分類名を選択することでスライサーで条件を絞ることができます。このスライサーのデザインを変えるときはスライサーを選択した状態で右上のドロップダウンを選択します。例えば日付のスライサーは一覧で表示することやドロップダウンで表示することもできます。また相対日付を選ぶと、例えば最近の1ヶ月間、1日間などを指定することができます。このページのレポートを最新の1ヶ月間、1年間などで切り替えながら見たいときに便利です。分類名のスライサーもドロップダウンに切り替えることができます。一旦一覧表示に戻します。スライサーはコントロールキーを押しながら選択すると複数選択することができます。複数選択については書式で設定を変えることができます。フィールドの横にある書式を開き、選択範囲のコントロールを開きます。コントロールキーで複数選択がオンになっているので、これをオフするとコントロールキーを押さなくてもチェックボックスで複数選択が可能になります。また単一選択をオンにするとラジオボタンになり、複数選択ができなくなります。複数選択を許可している場合、すべての選択オプションを表示をオンにすると、すべて選択の項目が出てくるので便利です。さらにこの一覧表示については、デザインをリスポンシブデザインに変えることができます。書式の全般って方向を縦から横に変えるとリスポンシブの設定が出てくるので、オンにするとリスポンシブデザインになります。リスポンシブデザインは
PC やタブレット、スマホなど画面サイズに応じて変わるデザインのことです。見た目はこのようなボタンのようになっていて、ユーザーが選択しやすくなっています。スライサーのサイズを変えると、サイズに応じてデザインが変わるリスポンシブデザインです。少しフィルターについても見ておきます。フィルターは画面の右にデフォルトで表示されています。フィルターの設定はビジュアルごと、ページごと、すべてのページに対して可能です。例えば、このページは常に最新の1ヶ月間のデータを表示したい場合など、このページでのフィルターというところに売上日の相対日付フィルターを入れるといいと思います。またスライサーでできない複雑な条件設定をするときにも便利です。例えばこのテーブルのビジュアルは常に上位10の売上データを表示したいとします。その場合、このビジュアルでのフィルターに Date Product Code を入れて上位 N で上10の表示を設定し、値に売上合計額を入れてフィルターを適用すれば設定可能です。このような設定はスライサーではできません。最後にスライサーにより連動させるビジュアルやページの制御方法を説明します。特定のビジュアルをスライサーによる絞り込みから外したい場合もあると思います。その場合、スライサーを選択し、書式タブの相互作用を編集をクリックします。すると各ビジュアルの端に小さいアイコンが出てきます。このなしというアイコンを選べばスライサーにより連動されなくなります。ちなみにスライサー以外のビジュアルのデータを選択した場合も他のレポートが連動しますが、この連動方法も変えることができます。例えば分類ごとの利益額のドーナツグラフのデータを選択したとき、隣の売上取益の推移は該当するデータが濃い色で強調される形で連動します。現在はこの強調表示になっていますが、フィルターにするとフィルターされたデータのみが表示されるようになります。もちろんなしを選択すれば連動されなくなります。このようにスライサーをはじめ各ビジュアル間の連動方法は書式の相互作業を編集から設定することができます。設定が終わったらもう一度クリックして設定モードを解除します。もう一つ、ページ間でスライサーを連動させる方法も紹介しておきます。今回は試しにページ2にも別のレポートを作成してみました。この時、ページ1にあるスライサーで条件を絞った時に、ページ2のレポートも連動してほしい場合もあると思います。その時は表示タブのスライサーの同期を使います。スライサーの同期をクリックしてスライサーを選択すると、このスライサーをどのページに表示し連動させるか設定ができます。右の目のマークが表示するページの設定で、左の同期マークが連動させるかの設定になります。試しにページ2の表示にチェックを入れると、ページ2にも同じ分類名のスライサーが表示されます。しかしまだスライサーで分類名を絞ってもページ2には反映されません。ページ1、ページ2、両方の同期マークにチェックを入れると、ページ2も連動されるようになります。このようにスライサーはいろいろデザインを変えたり、細かい連動制御ができたりもするので非常に便利です。ぜひ皆さんも使ってみてください。本日は Power BI のスライサーについて説明しました。スライサーをレポートに入れると、レポートを見る人が簡単にフィルター機能を使ってレポートを動かすことができるのでとても便利です。よく使いそうなフィルターは
スライサーとしてレポートで使ってみてください。本日はありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録もお願いします。